皆さんこんにちは。今日は梅の剪定についてご説明いたします。この木は文豪梅で、7年前に植え込んだものです。文豪梅は成長がとても早いので、徒長枝などをうまく処理しないとすぐ大きな暴れた木になってしまいます。このお宅では年に1回しか手入れしませんので、大きさを保つのはなかなか難しいです。徒長枝は木が手っ取り早く大きくなるために出す枝ですけれども、このように3分の1程度軽く詰めれば、それを取り戻すだけの枝が出てきます。またもっと強く詰めると、それを取り返そうとして長い徒長枝が出てきます。これらをいかに抑えるかということが剪定のポイントになります。年1回の手入れで樹勢を抑え、木の大きさを保とうとすると、どうしても徒長枝は残さず根元から切り取るというのが基本になります。徒長枝は特別な理由がない限り、基本的には根元まできちっと切り取ります。少しでも残すと、そこから芽が吹いてしまいます。このような徒長枝を中途半端なところでこのように詰めると、ここからすぐまた強い枝が出てしまいますので、これは切り取ります。そしてこのように脇に小枝がある場合は、そこまで切り戻して、勢いをその小枝の方に持っていくのが良いでしょう。残った枝先を軽く詰めて、玉作りの輪郭を作ります。徒長枝はもともと光合成を盛んにするために出す枝ですので、こういう枝にはあまり花や実がつきません。ですので、あまり大事にせず、思い切って切り取った方が木は暴れません。付け根からきちんと切り取り、脇に小枝があればそこへ切り戻します。この程度の太さの枝でしたら、この辺で切ってもそれほど強い枝は出てきません。徒長枝は輪郭に合わせてただ切るだけではいけません。徒長枝の出どころをきちんと探して、根元まで付け根で切るというのが基本です。このように適当なところで切らないで、出どころをきちんと探します。例えばこの徒長枝は隣の枝から交差するように出てきています。このような枝を残しておくと、木の形が崩れてしまいますので、早めに根元から切り取ります。毎度申し上げていますが、木の中に手を入れてこそ手入れなのです。実が残っています。文豪梅の実は大きいですね。徒長枝で樹形を作らず、できるだけ細くて短い枝に切り替えて、それで樹形を作っていった方がおとなしい木になります。年に2回以上手入れができるのでしたら、徒長枝の先を軽く詰めておいて、その後脇から出た枝に切り替えるという方法もあります。徒長枝の脇から出た枝に切り戻すときはこのような感じになります。残った枝先を詰めるときは葉っぱの方向をよく見て、懐枝で
芽が吹かないように外側に向いている葉っぱを残して切ると良いでしょう。木の右側はだいたい徒長枝の処理が終わったところです。左側をこれからやります。木の内側に向かっている枝、懐枝と呼ばれるような枝は基本的には抜く枝なんですが、梅の場合はこの懐枝があることによって梅らしい枝ぶりになったりするので、全てを取るわけではなく部分的には残した方が良いでしょう。カメラを固定して少し遠目で見ていただきます。徒長枝は出どころを見極めてきちんと取り除きます。木の剪定は上から下へと言われることがありますけれども、切った枝を途中に引っ掛けさえしなければどこからやっても私はいいように思います。肝心なのは手の流れと周りとバランスを取る目です。すでに軽く剪定が終わった部分ですけれども、これをもっと小さくしたいときはさらに小さい芽を探して切り戻します。ただこの方法で小さくしますと少し枝の流れがごつくなってしまうので注意が必要です。幹から胴吹きしている徒長枝です。上にも枝があって平行枝になっています。元来なら元から切り取ってしまうような枝ですけれども、この上にある枝がちょっと頼りないので、この辺で切っておいて芽を吹かせて、新たな枝を作っていく可能性を残しておきます。日の当たらない中の方の枝はこのように枯れ枝になってしまうことがありますので、予備を作っておくことは必要です。
方向に枝がないので、このように一旦は剪定しましたけれども、やはりこの太さの枝をこの場所に残しておくとすぐ輪郭から外へ出てしまうので、ここはやはりこの小さい目に切り戻す必要があるでしょう。多少ごつくなってしまいますが、この場合は仕方ないと思います。胴吹き枝はそこに枝を作る必要があるかどうかよく考えて吟味し、不要なものは根元から切り取ります。最後にもう一度復習です。今回は文豪梅の若木ですけれども、古くなった木や、白髪梅など白梅、紅梅、それぞれの木によって剪定の仕方は微妙に違います。また梅園など実を取るための梅の切り方もまた少し違いますのでご注意ください。木が茂っちゃったから手入れしてくださいとお客様に言われて手入れをしますけれども、それはもちろん木が望んでいることではありません。木は夏の間にこのたくさんの葉っぱを使って光合成を盛んにして、来年の春芽吹くための栄養を蓄えなければならないからです。木は今一番茂っていたい時期です。人間のエゴと木の生理とその狭間に立ってお互いの調停をしていくのが植木屋の仕事かなと最近思います。ありがとうございました。